皆さんこんにちは。夫婦グルメ旅行チャンネルです。この場所は北海道札幌の繁華街すすきのです。今回ご紹介するのはオープンしたばかりのホテル、札幌ストリームホテルです。札幌ストリームホテルは商業ビルであるココのすすきのに入っています。このホテルの素晴らしさは、空港からホテルまで一度も外に出ることなくホテルに行くことができる点です。新千歳空港から札幌駅まで快速エアポート号に乗り、札幌駅からは駅地下街を歩いてホテルへと行けます。北海道は雪がたくさん降るので、雪の中スーツケースを持って歩くのは大変ですよね。このホテルでは外に出ることなく地下街を歩いてホテルに行けるので、とっても便利なんです。移動時間を快適に過ごせるかどうかは旅行の良し悪しに関わるので、とても重要ですよね。札幌駅から徒歩15分ほどでココのすすきのに到着しました。ホテルのロビーは7階にあります。いくつかエレベーターがあるので、案内板を見つけて向かうといいですよ。2024年1月16日にオープンしたばかりなので、ホテルのロビーはとても綺麗でおしゃれな雰囲気です。夫がチェックインしてくれている間はウェイティングスペースで少し休むこともできました。壁や家具は木材が使われており、よりリラックスできる雰囲気が良かったです。チェックインを済ませた後はアメニティコーナーへ。ティーパックや綿棒、コットン、スキンケア用品、ヘアブラシや歯ブラシなどがあります。エコの観点から必要なものだけを取るシステムのようです。この時はコーヒーパックがなくなっていたのですが、すぐに補充されてコーヒーパックをいただくことができました。私も夫も朝はコーヒーを飲むので嬉しいサービスです。またロビーではなんとワインのサービスもありました。15時から17時はフリーで飲めるサービスをされているようです。とりあえず乾杯。さらりとした赤ワインで飲みやすかったですよ。ごちそうさまでした。奥にはお土産ショップがあり、北海道に住む作家さんたちの作品や民族工芸品が展示販売されています。こういうところのものは何万円もするのかなと思いきや、意外と2、3000円台のものもあり、お求めやすい価格でした。気に入ったデザインがあればお土産に買っていってもいいかもしれませんね。木彫りの作品も展示されており、北海道といえばの木彫りの鮭を加えた熊もあります。おじいちゃんの家に飾ってあったのを思い出しました。そして次はお部屋紹介です。泊まるお部屋は1309号室のスーペリアダブルです。扉を開けるときワクワクするのは私だけでしょうか。都会的な雰囲気のお部屋です。コンパクトなお部屋ですが、大きなベッドとソファーもあり、とっても快適に過ごせましたよ。ベッドはおそらくクイーンサイズなので、2人で寝ても広々と寝ることができました。壁には絵が飾られており、すすきのの街をイメージされた絵のようです。絵にご興味のある方はぜひ行かれた際に詳しくご覧になってみてくださいね。またベッドにはパジャマが置いてあります。ワンピースタイプではなく上下分かれたタイプなので、よりリラックスすることができました。お次は景色です。お部屋からの眺めも気になりますよね。ブラインドを開けていきます。壁と思ったら二重でした。すべてのブラインドを開けるとこんな感じです。札幌市内と遠くに山々を望むことができます。雪で白くなった街並みを見るのは新鮮でした。バスルームはユニットバスタイプで、お風呂はしっかり足を伸ばせる大きさでしたよ。開業したばかりということもありますが、とても綺麗です。石鹸類は揃っており、髪質にもよりますが、私は髪が絡まることもなく広がることもありませんでした。
ミニバーを見ていく前にいただいてきたアメニティが面白いのでご紹介します。ちなみに左側の北海道は開業記念ギフトです。右側がアメニティ類なのですが、これがなかなか面白いんです。ヘアブラシの袋にはその髪をかき上げて食べてほしいあの店のあのラーメンと記載され、そして歯ブラシの袋にはもったいない、歯を磨く前に夜パフェを食べていないなんてと記載されていました。思わず食べてみようと思ってしまいますよね。さてミニバーですが、ケトルとカップがあります。ティーパックやコーヒーパックをもらって飲むことができました。その下には冷蔵庫があり、このビルの地下にはスーパーがあるので、私たちはお茶を買って入れていました。クローゼットスペースはコンパクトですが、下には棚もあるので、今回の2泊3日分のお洋服をすべて収納できました。消臭スプレーもあるので、着回すお洋服があるときはスカートいいかもしれませんね。またテレビで館内施設やサービスの説明があるので、使用されたい方はチェックしてみてください。私たちもこの案内からいい情報をキャッチできました。まず各フロアの共用スペースに毛布や延長コード、アイロン、加湿器のレンタルがあることを知りました。部屋には備え付きの加湿器があるのでいらないかなと思ったのですが、乾燥が気になり2日目は加湿器を借りました。乾燥対策で加湿器2台と暖房を消すことにしたので、寒さ対策に毛布も1枚お借りしました。おかげでとても快適に過ごすことができました。私たちはこの近くの美味しいお店を巡る旅をしていたので、日中部屋に戻って休憩もしましたが、雪の街並みを見たり山々を見たりして、とってものんびりした時間を過ごせてよかったです。ちなみに札幌の名店寿司一行やラーメン、スープカレーなどの札幌グルメ旅の動画も出す予定なので、興味のある方はぜひこの機会にチャンネル登録してご覧ください。ホテルのご紹介に戻りますが、部屋のテレビの案内を見て屋上テラスがあると知り行ってみました。なんと北海道一の繁華街であるすすきのだけあって、夜景がとても綺麗でした。ホテルはすすきのの有名な交差点の角にあるので、あの有名なウイスキーの看板を上から見ることもできてテンションが上がりました。この景色に私も夫もわーっと声が出ましたよ。ここのすすきのはすごいいい場所に位置してるんですね。またお部屋タイプによってはスパやラウンジが使えるので、予約するとき部屋タイプを確認されるといいですよ。ホテルではないですが、同じビルの地下にスーパーがあり、お土産を買うのに便利なので紹介させていただきます。このスーパーにはサービスカウンターがあるので、買ったものを段ボールに詰めてクール便で送ることができ、とても便利なんです。このスーパーは広く北海道ならではの魚介や札幌の名店の食材が売られているので、私たちは段ボール1箱分の買い物をしました。立派なズワイガニの冷凍が1980円とお買い得だったので2パックも購入しましたよ。お家に帰って焼きガニをしようと思います。ジンギスカンで有名な金広のラム肉も売られていました。いろいろと種類があって迷いましたが、ラム肉 500g を購入することにしました。他にも有名なラーメン屋さんの冷凍餃子もあって迷った結果、サイミと純連の冷凍餃子を買うことにしました。食いしん坊夫婦ですよね。スープカレーの行列店ガラクのカレーもあり、魚介のスープカレーもカートに入れました。お家に帰って食べるのが楽しみです。あとは花畑牧場のブラータチーズや北海道グルメの豚丼のタレなんかもあったので、お家で作ろうかなと思ってこちらもカートの中へ。
お次は納豆コーナーへ。ふるさと納税で北海道の納豆を送ってもらったことがあり、その納豆が美味しかったので納豆も購入することにしました。初めて見るパッケージに全部食べてみたいと思ったのですが、冷静になり、この大粒納豆とスーパーおすすめのこの小粒納豆にしました。納豆ご飯が大好きなので早く食べたい。全部で1万2000円ほど買い、クール宅急便の送料は1960円でした。大満足のお土産をゲットできましたよ。今回は買わなかったのですが、札幌の名店のラーメンなんかもありましたよ。ホテルと同じビルの地下にあり、とても便利なので、皆さんのご自宅用のお土産購入におすすめです。今回はココのすすきのに入る札幌ストリームホテルをご紹介しました。地下街を使っていろんなところに行けるので、移動に苦労することなく札幌を楽しむことができました。札幌旅行する時のお宿としてぜひ候補の一つにしてみてはいかがでしょうか。この動画が少しでもお役に立つと嬉しいです。旅行やグルメの動画を今後もご紹介していくので、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。